今回はみんなが大好きなドーナツをモチーフにしたロゴデザインをやっていきます。こんにちは、オールドファッション大好き専門学校講師のいられさんです。今回はドーナツショップをイメージしたロゴデザインをやっていきたいと思います。架空のドーナツショップ、東京インフィニティドーナツというショップをイメージしてロゴデザインしてみました。無限に食べられてしまうぐらい美味しいというコンセプトで、ドーナツの穴の中にもう一つのドーナツが入っている無限の形をイメージしたロゴデザインです。ロゴ以来で無限をイメージしてくださいとか結構あったりするんでね、汎用性あるんじゃないかなと個人的には思っています。で、今回の内容はこの立体的なドーナツの作り方、そして表面に沿って綺麗に配置された文字、さらに無限をイメージして絡み合っている部分、この辺が動画のポイントになっています。これ一見するとすごく複雑そうに見えるんですけれど、正直に言うと結構複雑です。はい。今回の動画ではたくさんの機能を組み合わせて作っていきます。なので一つ一つじっくり解説するというよりかは、こんな合わせ技でできているんだという風に楽しんでもらえたら嬉しいです。あと私、ドーナツのことをドーナッツっていう小さい「つ」をつけて喋ってしまうんですけれども、その辺も温かい目で見守ってもらえると嬉しいです。では行ってみましょう。このチャンネルでは楽しく分かりやすくをモットーに、デザイナーやクリエイター、センスを磨きたい人のために情報を発信しています。続けて見ていくうちにスキルアップするはずです。YouTube よりも本格的に学びたいという方は私の有料講座もおすすめです。高評価とともに概要欄をチェックしてみてください。はい、それではやっていきたいと思います。まずは長方形ツールで四角を描いていきます。この時の横の長さは1回適当で大丈夫です。で、こんな感じの横長の長方形を作成します。続いてブラシツールで波線を描いていきます。で、この時端のアンカーポイントは長方形にぴったりと重ねてハンドルを水平にしておきます。で、コントロール R で定規を表示して、そこからドラッグでガイドを引っ張ってきます。反対側はそのガイドの高さに合わせてぴったりと合わせて、こちらもハンドルを水平にしておきます。で、全体を選んでシェイプ形成ツール Shift M で分離させます。クリックして分離ですね。着色していきます。下側は線をなしにして色をこちらのカラーコードに設定しておきます。ドーナツをイメージした茶色です。で、上の方はこちらのカラーコードを使用してピンク色にします。で、全体を選んでオルトを押しながら移動、ひっくり返してピタリとくっつけます。で、文字を入力、東京インフィニティドーナツということで、書体は以前紹介した少年音でいきたいと思います。漫画の効果音なんかにぴったりのフォントなんですけれども、今回はこれがなんか面白いなと思って選んでみました。これは私の勘なんですけれど、後でもう少し横に伸びそうだなと思うので、あらかじめ少しだけこう縦に伸ばしたり横に縮めたりして変形させておいています。で、これを横に複製しておきまして、シンボルに登録していきます。ウィンドウのシンボルでシンボルパネルを表示して、ここにドラッグ&ドロップでポイと入れます。で OK。 そうするとシンボルが登録されました。
同じく色違いを作っておきたいと思うので、ピンク色の部分を色変更していきたいと思います。こちらのカラーコードですね。 OK で、黄色のドーナツが出来上がって、これもシンボルに登録しておきますと。はい、それではこれでドーナツの元になるシンボルが出来上がりました。次は立体的なドーナツを作成していきたいと思います。それでは立体的なドーナツ作っていきたいと思います。それでは楕円形ツールでシフトをしながらドラッグで正辺を描きます。で、これを4か 3D とマテリアル 3D クラシック回転体クラシック、こちらですね。こちらをクリックして立体にしていきます。ここドラッグすると角度が変わるんですけれども、この状態でですね、リング状になっています。で、オフセットで穴の大きさが変わっていきます。穴は少し大きめの方が作りやすいので、150ぐらいでいってみたいと思います。あとは表面ですね、ツヤありになってますけれども、ツヤ消しでいきたいと思います。で、マッピング。アートをマップということで、こんな画面が出るんですけれども、こちらにシンボルを選ぶ項目がありますんで、これをさっき登録したこの新規シンボル、ピンク色の方でやっていきたいと思います。大きさ、合いませんので、面に合わせるをクリックしてぴったり合うようにしておきます。で OK を押すと、こちらの画面でもうすでにドーナツ状の形になっています。すごいですよね。で、ところどころなんかこういう処理落ちしている部分があったりするんですけれども、これは後で直していきたいと思いますんで、できるだけ綺麗な角度がいいかなとは思いますけれども、綺麗な角度の方が後で手直し少なくて済むんで簡単ではあるんですが、その辺をちょっと考慮しつつ角度を設定していきたいと思います。穴は大きい方がいいですね。ちっちゃいと失敗しやすいんで、大きく見えるような位置がいいかなと思います。じゃあこんな感じでいきたいと思います。で OK を押すと、これで一回ドーナツが出来上がります。オルトを押しながらドラッグしてウィンドウのアピアランス、こちらから 3D 回転体選んであげると再設定することができます。でマッピングを今度はピンク色ではなく、こちらの黄色い方で同じ操作ですね、面に合わせるをクリックして OK。 そうすると黄色いドーナツが完成しています。では角度ですね。後で処理落ち直すって言ってもこれだとちょっと直しにくすぎるので、こういうのはちょっと避けるようにしてみてください。こんな感じかな、こんな感じかな、もうちょっとかな。ちょっと微調整していきたいと思います。はい、じゃあこんな感じで調整が終わりました。この辺ですね、ちょっとなんか黒いのが見えてたりガサガサすぎる感じなんですけれども、その辺をこの後直していきたいと思います。ではこちらのドーナツ、まずこの処理落ちしている黒いところから直していきたいと思います。それぞれをオブジェクトのアピアランスを分割ということで、立体になってるのがそもそもアピアランスなんですけれども、この辺を分割して編集可能な形にしていきます。で、ウィンドウのパスファインダーで合流をして、パスの整理をします。ちょっと複雑だったパスがこれで簡単になるっていう感じですかね。で、この処理落ちどうやって直そうかなって思ったんですけれども、一番簡単だったのが自動選択ツールでクリックして、で、塗りブラシツール、この塗りブラシツールでこう塗ってしまうっていうのが一番簡単かなと思いました。なんか他にももっとスマートな方法ないかなっていろいろ探したんですけれど、これが一番簡単かなという結論でした。やってる最中文字が消えてしまってなんか不完全なように見えると思うんですけれども、実際には消えていなくてですね、ちゃんと元に戻りますんで、ここは一つ塗っていくという方向で、こんな感じで黒い部分が目立たなくなりました。
ついでにこの辺にある黒い部分もドーナツのこの茶色の色に変更してしまって、一括で黒い部分を茶色くしてしまいます。で、文字が消えてしまっているように見えるんですが、コントロール Y と押すと、実際にはその文字がちゃんと存在しているのがわかるかと思います。ですので、文字を選んでですね、自動選択で文字クリックして、一番上に配置します。オブジェクト重ね順最前面で最前面に配置します。で、もう一回コントロール Y と押すと、文字が復活しているのがわかるかと思います。文字がちょっと切れているので、この辺も、直していきたいと思います。直線ツールで結んで、Shift M でドラッグすると形が整いますと。こんな感じですね。これで欠けてしまっている部分を修正していきたいと思います。じゃあこんな感じかな。で、同じように黄色の方も直していきたいと思います。黄色を選択して塗りブラシで塗っていきますと、これが一番簡単だったかなと思うんだけれど、わかんない。なんか本当にもっと効率のいいやり方あるかもしれない。ちょっとその辺はね、もうかなりもっと練らないとわかんないかもしれないけれど。で、パスファインダーの合体とかでもね、大した距離空いてなければ合体とかで1回でね直せますんで、こんな感じでいきたいと思います。はい。ということで、こんな感じで直りました。ちょっとなんか余計なの合体したな、今。はい。じゃあ、こんな感じで出来上がりました。では、これを重ねていきたいと思います。それぞれをグループ化しておきます。オブジェクトのグループになってますね。で、穴に重ねていきます。で、重ねるときは、この今白い、この部分ですね。この部分を目安に、これができるのを目安にしてもらうと、割とうまくいくんじゃないかなと思います。なんだこの絵。この辺に重ねて、その白いのを目安に重ねて、2つ選んで、オブジェクト、クロスと重なり作成。で、ここの編み掛けの部分、これをクリックすると、ここの部分だけが重なって、インフィニティドーナツということでまとめです。というわけで、東京インフィニティドーナツの完成です。無限に食べてしまうイメージをうまく表現できたんではないかなというふうに思っています。あと最後に私独自のブラシで仕上げてみました。導入でお伝えした通り、今回正直かなりの応用編だったと思います。まずドーナツ柄のテキストパターンをシンボルに登録して 3D と回転体、マッピングでドーナツを作り、最後にクロスと重なりで2つのドーナツを絡ませるという大きく3つのステップでできていました。絡ませるかどうかは結構好みが分かれると思いますが、ドーナツを作るところまでは汎用性高いんじゃないかなというふうに思っています。ぜひコメントで感想を教えてください。ということで今回の動画は以上となります。イラストレーターの基礎をしっかり学べる私の本気の有料講座も大変好評をいただいています。また私のいられの本も発売中です。どちらも YouTube では扱っていない内容も多数含んでいますので、興味のある方は概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。この動画が役に立った、参考になったと思う方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。私は YouTube の他に X、ブログ、TikTok もやっています。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。関連動画や次の動画でお会いいたしましょう。ではまた。